はい、内山浩一のザ・ゴトチャンネルです。はい、よはい、今日も皆様よろしくお願いいたします。ろしくお願いします。はい、いつもここで、私のところに、霊界からどなたか来られるんですね。頭のところこうなんかこうズーンと来たり重たかったりツンって来たりいろいろこう形が来て、信号が来ましてね。でそれで、どなたか来られたってことがわかるんですね。はい、はい、で今日も、どうか撮ろうかって思った瞬間にも来られてますんで、お話を聞いてみたいと思います。霊界の方、本当はね、地上の方たちにいっぱい声をかけたい方が大勢おられるんですよ。そうなんですか？ですからね、本当はね、もう毎日24時間でもやりたいっていうぐらいに上の方持っておられますね。おしゃべりなんですね。はい。だからいろんな分野の方がおられるでしょ。うん、政治の方もおられるしね、それから芸術的な方もおられるし、うん、芸能界の方もおられるし、うん、ね、本当にいろんな方がおられるんですよ。はい、その方たちがみんな何らかのね、このお言葉をね、地上に下ろしたいという方ばっかしです。なるほど。天上界で作ったその小説をね、下ろしてみたいという方もおられますしね。えー、そういうね、いろんな方たちおられます。そうですか。ね、はい。そうです。それを、少しずつね、ここで出していくことができればと思ってます。はい、はい、それでは今日はどの分野のどういう方が来られるか聞いてみたいと思います。天上界の方以外にもね、おられるんですよね。はい。そうでしょうね。はい。思います。なるべく天上界の方にお願いしたいと思います。まあ、いいそ新しい巫女さんとかいたらいいですね。そうですね、巫女だいぶ勉強会で頑張っておられる方おられますのでね。ねそれはね、違うチャンネルでやっておられますので、ぜひとも皆さんそちらの聞いていただければと思います。そうなんですか。残念でしたね。だってみんな担当変わればどうかなって今一瞬ひらめいたんですけど。はい。皆さんにね、なるべく YouTube でアップして、ね、最初の頃からの霊言はどういう感じなのかと、巫女としてね。で、だんだんこう、その巫女さんがだんだん成長していく過程がね、見られるんじゃないかなっていうふうに思ってね、そうです動画アッね。プしてくださいっていうふうに言ってますね。うん。ぜひともね、皆さん見ていただければと思います。ここのね、勉強会で、頑張っておられる方たちです。よろしくお願いしますね。そうなんですね。はい、前置きが長くなりました。はい、そはい、れでは、エレナさん、合唱お願いします。はい、はい、主への感謝をベースに準備をお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、先ほどから私の右側の方の頭上に来ておられる方、はい、エレナさんの方にお会いいただきまして、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。まだ少し残っておられます。はい、はい、おいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。桃姫と申します。桃姫様。はい、はい、おいでいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私は、なお桃姫と呼ばれておりますけれど、うーん、お城の中に住んでおりました。そして、とても可愛がられて、暮らしておりました。お城の外の世界のことは、ほとんど何も知りませんでした。お屋敷の中で、いつも
ジーヤと一緒に遊んでおりました。ジーヤは優しくて、私のわがままをいつも聞いてくれたんです。だから私はジーヤが大好きで、何かちょっとあって畳の上で転んでも、すぐにジーヤが起こしてくれました。可愛らしいマリをいただいて、それをコロコロ転がして遊んでいたのです。そのような私が年頃の娘になった頃、ジーヤは突然この世からいなくなりました。悲しくて仕方がありませんでした。毎日毎日私と遊んでくれていたジーヤが亡くなってしまったんです。病死でした。それをもう諦めきれずに、私は屋敷の片隅で日々泣いて暮らしました。ジーヤがいなければダメだと。いつもそれを思っていました。皆の者が私の顔を覗いては、心配をしているようでしたけれど、私はそのようなことなど、ものともせずに、わがまま放題を言っておりました。ジーヤがいなければダメなのだと。いつもそれを言うので、お月の者たちは困っていたようです。それは、この城が本当に安泰であった時代のことでした。その後に、この城が焼き討ちに遭うまでは、その時には、私にはもう信じられないほどの恐怖を体験することとなりました。逃げ延びなければならない。そうなった時に、父上も母上も、私を逃がそうとして、早く城から出なさいと言われました。私は、両親を置いて出ることはできない。そう言いましたが、無理やりに引き離されて、連れて行かれたのでございます。それから後は、私は、身を隠す人生でございました。山の中の静かな寺の中に私はかくまわれました。そうして父母がどのような最後を遂げたのかもわからぬまま、里の様子もわからぬままに、私は寺の中で過ごすこととなりました。心の中が激しく激しく悲しみや憎悪などが渦巻いていたのです。しかしそれを口にすることは許されませんでした。とにかく平静を装って静かに生きなされと言われました。このような人生が
本当に一国の主の姫であったのか。まさに聖典の霹靂でございました。人の世とは常にこのような一寸先は闇のような世界なのだと思いました。どのように怒りが湧き、腹立たしく思ったとて、それを晴らすこともできず、ただ静かに余生を生きるのみ、生きる屍となって、ただ口を真一文字にして生きるのみでございました。年老いてからは、静かに今日を読む日々でございました。今の世の中、もしかしたら私と全く環境は違っていたとしても、同じような心境にて希望なく生きておられる方も多いのではないかとお察し申し上げます。どのようなことが人生に降りかかるかわかりません。しかしそれも皆、死して後、あの世という隔離世に帰った後には、なぜそのような体験があったのか、その理由もいずれわかることとなりましょう。すべては、御霊の向上のため、それをお伝えに参りました。ありがとうございます。姫様は最後は、お経を読む日々を送られたというふうにお聞きしました。はい。それでかなり、仏の教えを学ばれたかと思いますけども、その仏の教えを学ぶためにあった人生なんでしょうか。つまるところ、そういうことになろうかと思います。生きている間には、全く思いもよらないことでございました。天上界に帰られてから、最初生まれてくるときに人生の計画というのを立ててこられたと思います。そして帰ってみて、その自分の計画の何パーセントくらい人間というのはクリアしていくものなんでしょうか。よかったらそこら辺のところを教えていただければと思います。よろしくお願いします。これは人によって様々だと思います。半分くらい達成すればよかったという方もおりますれば、7割ほど達成したものは誠に優秀であるということになろうかと思います。ありがとうございます。なかなか半分達成するのがなかなか難しいという話も聞いてますけども、そのように厳しいものであるんでしょうか。はい。やはり、ある程度計画を立てて生まれ落ちたとはいえ、生きている時には、すっかりそのことは忘れておりますゆえ、初めの計画とは随分違った生き方をせねばならなかったと
いうこともございます。それは社会的な要因もあると思います。時代によってそれは様々であると思います。ありがとうございます。はい、しっかりと自分の心の内を見て、その計画がって言いますか、この中に出てくる問題をしっかり解いていきたいと思っています。うん、はい。どうも、お言葉いただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、生きている時には、ね、自分の人生の問題集だなんてことは考えずに、一生懸命みんな生きるんですよね。うん、うん。ですね。うん、仏法真理を学んでくるとね、自分の人生計画って何だろうっていうふうに考えたりとかしますけどね。うん、学んでなければ、まずそこのに思いが至ることすらないですね。ないですね。何のため私生きてんだなって思うことはあると思いますけどね。うん、うんね、でも魂の向上のために生きてるんだっていうのをね、早めに知っていくことによって自分の人生がね、有意義になっていくんじゃないかなと思いますね。そうですね。うん、それを知っているか知らないかで、だいぶ違うと思います。そうですね。うん、まず基本的には私たちは霊的存在でもあると。で、あの世とこの世と行ったり来たりして生きながら、うん、この魂って言いますかね、霊的自分ですね、のはい。向上を目指してるんですね。より素晴らしくなるために何度でも天正輪廻を繰り返しているという。うん、だから人生の目的っていうのは基本的に魂の向上なんですね。工場なんですね。お金を集めるためではないんですね。ああ、でも、ほとんどの場合がお金を集めるために生きている人が多いんじゃないかな。そうですね。それとかいい車に乗りたいとかね。うん、あると思います。ね、もうそれは会社の本当。スーパーカーに乗ってね、走りたいとかね。うん。うん。いつの間にか自分はスーパーカーになったつもりでいますよね。そういう時ってのはね。ああ、そうですか。ね。はい。で、うん、とにかく自分のね、この三次元的な価値ではなくて、心の価値ですね。うそのん、での価値でうん。すね。より仏に近づいたかどうかっていうことが測られるんですよ。はあ、うん。だかそうら、いろんね。な魂、いろんなね、年代で生きておられます。何億年って何千億年っていう中で生きておられるかもしれません。はい。うん、何百億年かもしれませんけどね。はい。ほとんどの方が地球に来られてね、やはり4億年ぐらいは経つ、3億年とかね、何億年も経つような方いっぱいおられると思いますけども、はい。うん、魂がね、いかに仏に近づいたかっていうことですね。うん。だからこの世的な時間、何億年生きてましたよっていうことが時間ではなくて、うん。その人がいかに仏に近づいたか、そのああ、近づいた距離を持ってその人の時間というふうに測っていただければと思います。近づいた距離がそうです。要するに時間、悟りの高さですね。悟りの高さ。うん。それによって仏にいかに近づいたかによって自分の時間っていうのを測っていただければと思います。じゃあ、近づくためにうん。使った時間が生きてる時間とか？そうですね。うん。うん。ですからまあそういうことを考えずに生きた場合は経験はするけども、えー人生の問題集っていうことを考えながら生きた方と比べればその距離がだいぶ縮まり方が違うかもしれませんね。うーん。時間がいっぱい、持つことができるかもしれませんね。あ、うん、難しいですね。そうなってくるはい。と、うん、うん、仏法真理を知らないとね。そうですね。はい。で、それが今回説かれてるし、うん、次のね、文明ではそれが当たり前って言いますかね、天上界の教えが当たり前というような形になってくれば、地球に、下生されたらみんなね魂の向上を一気に上げることできますので、うん、うん、この地上にうっすらとしたユートピアが出来上がるんじゃないかなと思ってますね。うーん、うん、そして魂の向上って言った時に
自分さえ良ければっていうのはこれ悪魔の方向ですね。はいはいはい。自分の向上を目指しながらより人のためにもなっていくっていう愛の世界ですね。利他の世界、菩薩の世界ですね。こうなってくるともっと次元が上がった形になりますね。でそちらの方向に向かって魂が向上していってるっていうことですね。その方向性をね間違わないでいただければと思います。はい。一番力が強いとかね、一番頭がいいとかね、それはそれなりにいいとこあるかもしれませんけど、それが目的ではないってことですね。そこをね、ぜひとも覚えていっていただければと思います。そうですね。これ心にしっかりともう訓授しなくちゃいけないんですよね。そうですそうですそうです。知っただけでは世に帰った時に抜けちゃってますからね。はい、そうです。頭だけで知っただけではね、世に帰ったら本当そうなんですよ。抜けてしまってるんですよ。ね。残念ながらね。だから、そうですね、自分の心の中を見て自分がどのような考え方を持ってるかって見ていくことによって自分がどのくらい仏に近づいてるかっていうのが分かると思うんですね。でこのままじゃいけないと思ったら仏の考え方を自分の考え方として持つと、そうすると一つ悟りが上がったっていうことになりますね。なるほどね。はい、そういうことです。ぜひともね、自分自身の心の中を探求しながら、そして自分自身がどれだけ仏に近づくことができるかということを自分のこの人生を通して実験してみてください。いかに素晴らしい人生を送ることができるか、頑張っていただければと思います。そうですね。頑張りましょう。はい、じゃあ今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。